ご覧の提供でお届けします。かなさん、ただいま。はい、お帰りなさい。番組始まってからもう多分一番真面目なそうですね。回だったかと思うんですけれども、いかがでしたか？いや、私もですね、実は行ったことがなくて、ハイバルの病院号ですね。なので初めて映像を見たので、改めてまた勉強になりましたし、行ってみたいなっていうか、学びに行きたいなってすごく感じました。なるほどですね。平和記念公園の方は、本当にいろいろ考えさせられる場所だなって思いましたね。だからロケの中でも何回も言いましたけれども、我々の世代、歴史の教科書、おじいちゃんおばあちゃんの話、そういうところでしか、あと映画とかでしか、この戦争を実感することはないけれども、やはり沖縄っていうのはその第二次世界大戦中にはいろんな戦いが繰り広げられた場所でもあるので、ここだからこそ分かる、感じられるところもあるから、すごく難しいテーマでもあるので、どういう形でアプローチすればいいかってすごく悩んだんですけれども、いろんな方がいろんな思いをしてて、あんまりその見せ方によって不快な思いにさせたりとかっていうことも気をつけながら、ありのままの今に至る、今形が残ってるこういう場所を紹介できたらって思って今回ロケさせていただきました。クリスタルもすごく素直な感想もね、たくさんねおっしゃってましたよね。そうですね、クリスタルさんもアメリカ出身ですので、すごく難しいテーマだなってクリスタルさんにとっても思ったんですけれども、それが本当にもうね、素直にいろいろ勉強になったと思いますし、沖縄大好きなクリスタルさんもそれが今の沖縄とその過去の記憶を実感できて、なんか本当に今の社会情勢だからこそ改めて平和の思いって強くなる部分も多分皆さんありますよね。そうですね。でも勉強しない、思い出さない、そういうところを実際見ないと薄れてしまうので、その記憶といかに悲惨なものかっていうことが、だからこうやってね、それをちゃんと見て実感、ある意味ちょっと言葉が強いかもしれないけれども痛感することにも意味があると思います。山の中でね、もう隠れて看病したりとか、暗い中でね、豪雨に入ってとかね、食事を運んだりとか、山道をって考えれば、食事も一緒取れない時もあるし、でもらえたとしてもこのおにぎりだったりとか、もう本当に想像を超えるというか信じられないですよね。そうなんですよね。今実際にちょうど話に出した、このもう、山道を運んで、お米とかを、運んでた当時の体験を実際ハイバル文化センターでできるんですよ。実際同じ重さで。そうなんですか。2人でそれをクリスタルさんとやってみたので、今回それをちょっと未公開シーンとして、ぜひかなさんにもお見せしたいと思います。皆様どうぞ。こちらはですね、召し上げ体験ができるセットになってます。この召し上げって何ですか？これはですね、先ほどご覧いただいた陸軍病院ですね、先ほどおにぎりがあったと思うんですけど、このご飯をですね、食料を炊事場といってご飯を炊くところから山の方に運ぶ時に、実際の号は結構な山道を登って、その奥にあるんですもんね。じゃあそれを、そっか、結局外からそれを持っていかなきゃいけなかったんですね。でそれをひめゆり学徒の皆さんが運んでいたということで、険しい山道を、そうですね、また弾が飛び交う危険のある山道を登っていたという。それをじゃあその重さとかを体感、再現した。これをじゃあ肩に乗っけるってことですか？そうですね、肩に乗っけて。これ実際何キロがあるんですか？これはですね、今ペットボトル5本入れて10キロになってます。10キロですね。もうちょっと実際は重かったかもしれないです。じゃあせーの。でこれをもう山道を、今平らな道ですけど、山道をこれでも多少の重さを感じるけど、肩がすぐ痛くなりそうですけど、でもやっぱりこうしないと食料すら届かなかったってことですね。肩がちょっと痛いですね。これを2人がかりで、でもこういうのができるとやっぱりより想像が膨らむっていうか、当時の状況が、しかも確かに今も平らですからね。そうですね。じゃあ戻しましょう、クリスタルさん。はい、よいしょ。うわ、大変ですね。いや
正直に言いますとこの体験では普通の大人の男性そうですよね。で、そこまですごく重くは感じないですね。10キロ2人がかりで。ただそれを実際もう少し重かった。またね、おっしゃられてた通り弾が飛んでる中でいつ撃たれてもおかしくない、命の危険を感じながら、そして何より我々も多分50センチぐらいしか歩いてないんで、これ1メートル歩いたか歩いてないかぐらいなんですけれども、これをもうね何百メートル山道の中で舗装もされてない山道をですよ。はい、それを姫百合学徒隊という少女たちがやってたっていうのでね、本当想像を絶するものがねありますよね。いや本当にそうなんですよ。沖縄はやはり鳥獣で有名なので、これ今でも健在の方で話はできる方々もいますので、まだ話は少し聞く機会はありますけれども、だいぶ減ってますよね。それがねいつまでも続くわけではないんですけれども、やはりね沖縄戦にはフランスは多分関わってはいなかったかと思うんですが、フランスでもね第二次世界大戦、第一次世界大戦でもいろいろ現地で悲惨な戦いが繰り広げられていたので、少しね今回の話と話はそれますけれども、ちょっとだけうちのおじいちゃんの話をさせてもらいたいと思います。うちのおじいちゃんは、アルザス地方っていう地方の出身なんですね。ドイツに一番近い地域なんですよ。もう本当にドイツと面してる地域で、やはりヨーロッパって陸続きなので、もう時代によってねこの地域ってもうフランスだったりドイツだったりもうずっと行き来してきた地域なんですね、このアルザス地方っていうのは。このね第二次世界大戦の時におじいちゃんがまたちっちゃかった時に避難させられたんですね。やはり一番フランスとドイツに挟まれてる地域だったので、一番そこから離れてる南の西側、ドイツは北東なので、もう真逆、一番離れてるので子どもたちを守るためにも列車に乗せて避難させられて、ずっとねもう戦争が進んでフランスがずっとドイツにある意味ちょっと食われてっていうか、どんどんドイツ側に渡って、一番離れてるうちの地域が一番最後まで残ったっていう感じと、その反乱軍っていうのかなが一番その地域の森の中で潜んでずっと対抗してたんですね、ドイツ軍には。その中でうちのおじちゃんが来てて、やがて戦争が終わったんですけれども、そこでね実はちっちゃい時にうちの地元でうちのおばあちゃんに出会ったんですよ。そう、ここからいい話です。子供の頃に出会った。そう出会って、戦争の時に避難してた時に出会って、ずっとそこから文通してたんですよ。でその文通をもう十何年終えて大人になって再会して結婚して、うちのおじちゃんがうちの地元に来て、でそれでもう今に至るという感じなんですけれども、本当にね平和への思いって全国共通、全世界共通じゃないですか。そうなんですよ。平和に向かって本当進んでね行きたいですよね。そうなんですよ。だから同じである意味うちのおじいちゃんとおばあちゃんが結ばれたことも、その戦争が終わった後の平和の象徴でもあるんじゃないかなと僕は思っております。さあ今回は今までにないぐらい少し真面目で、また重い話でもあったかと思うんですけれども、こういうね大事な文化と歴史の少し真面目な回も時々ねやっていけたらと思っておりますので、今後もね変わらずいろんな幅広い分野をカバーするプチ沖縄トラベラーで頑張っていきたいと思いますけれども、次回はこの平和記念公園のすぐ近くな場所に行ったんですけれども、琉球ガラス村で、いろいろあれこれね見たり、いろんな作品を体験したり、すっごく芸術品としても立派なものもたくさんありましたので、ぜひそちらも皆さん楽しみになさっててください。またここに増えるんじゃないですか。クリスタルが持って帰っちゃった。だから増えないの。そうなんだ。じゃあいいものができたんですね。増えないの。そう、可愛いものができちゃったんですけど、映像の方でお楽しみください。それでは皆さん、See you, see you.